蒸留時に着きました。辰野口刑場で処刑された者たちを埋葬供養のために建てられたそうです。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。こちらが原使塚。元寇の際の元側の国司が処刑され、ここに葬られています。モンゴルで英雄を意味する色である青い布が巻かれています。白鳳島のモンゴル人力士によるものだそうです。元の施設は5名、その5名分の五輪塔があります。雨が強くなってきたので、ここでまた雨宿りをします。雨が小降りになってきたので再出発。元号が聖徳4年、西暦で1715年くらい、300年前の石仏です。寺社仏閣は地域の歴史を記憶している。続いて本蓮寺です。595年創建、1400年もの歴史があります。
台をおしゃれに改装していますね。土があらわになっています。まだ育成中なのかな。なんかこの竹筒、照明が入っていて光りそうな感じ。本堂は1931年再建、100年近い。この辺りの寺社仏閣は関東大震災で大きな被害に遭っているんでしょうね。古い建築が残っている方が珍しい。腕のいい庭園業者が入っているね。鎌倉市なら拝観料を取られるレベル。枯山水っぽいけど砂利だけ。この松が災業防止戻り松の復興もの。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。サザエもなかとな。サザエ身のもなかかと思ったが器だけだよな。